クリストファーが家に帰ってきたとき、私は少し膨らんだ腹をそっと撫でていた。その中に私たちの子供が育っている。嬉しい知らせを共有しようとした瞬間、彼が予想外に早く帰宅してきた。結婚10年間でこんなにタイミングがあったのは初めてだった。ハニー、妊娠したわ。ドラマのように彼が私を抱き上げて回す姿を想像し、顔からあふれる笑顔を止められなかった。だがその光景は決して実現しなかった。代わりに彼は鼻筋を寄せ、疲労がひしひしと伝わる表情をした。胸が締め付けられるような痛みが走った。フィービー、ニッキーが的骨髄を必要としている。彼の声の倦怠感からニッキーが誰であるか瞬時に分かった。彼が手に入れられなかった真の愛、その女性だ。ニッキー・ストーンはクリストファーがまだ貧乏な若者だった時、彼を捨てて裕福な男を選んだ。なぜ今になって戻ってきたのか？当時、クリストファーは事業を立ち上げようとして資金が切羽詰まっていた。私はバーのホステスになり、昼夜を問わず顧客を接待し、胃潰瘍にまでなるほど飲み込んだ。最終的には事業資金を貯め上げ、彼は私に最も華やかな結婚式を約束した。彼の財産が増えるにつれ、私は退職して専業主婦になった。口には出さなかったが、彼が私を気遣ってくれていることは感じていた。これまでの辛酸を思い出し、鼻を噛んだ。思わず同じことを繰り返した。ハニー、妊娠したわ。それに、彼女はいい人じゃないの。彼はうんざりしたような目心で私を見た。まるで私が理不尽を言っているかのようだ。フィービー、お前はただのバーホステスだ。ドラマチックなことを言う場合じゃない。ニッキーが的骨髄を必要としている。私は衝撃を受けて彼を見つめた。かつて彼は私の手を握って約束したのに。フィービー、お前はすべて俺のためにしたんだ。決してお前を見下ろさない。初めて彼に拒否した。私のためではなく、腹中で育っている子供のために。彼の口調は瞬時に冷たくなり、苛立ちがこみ上がっていた。フィービー、お前の好き嫌いにかかわらず、今日は行かなければならない。再び目を開けたとき、私は手術台に拘束されていた。クリストファーは初めてほんのりとした笑みを浮かべ、ニッキーはそばに立って心配そうな演技をしていた。クリストファー、麻酔は彼女に痛みを与えるの？こんな苦しみをさせるのは全部私のせいだわ。彼は実際に私に麻酔を打ったのだ。突然、腹部を突き刺すような痛みが走り、涙がこぼれ落ちた。ハニー、子供。痛いわ。ニッキーは即座に弱踊りじしい様子を装った。全部私のせいだわ。彼女に苦しみを与えちゃった。クリストファーは優しく彼女を慰め、目尻の涙を拭い去った。ニッキー、決してお前のせいじゃない。それから彼は私に向き直り、初めて柔らかい表情を見せ、優しくなだめるような口調で話した。フィービー、医者が言うところによると、お前は妊娠していないんだ。これからはお前の望むものは何でも与える。妊娠していない？ならばなぜこんなに痛いのか？彼の優しい声が続いて、今まで聞いたことのない甘い言葉で私をこう言った。フィービー、何が欲しい？何でも買ってやる。私は顔を上げて、すぐそばにある彼の顔を見た。希望を抱いて、かわいそうな願いを述べた。ハニー、これからは少しだけでも、もっと私を愛してくれない？かつては、少なくともクリストファーは私を愛しているのだと信じていた。だが彼がニッキーを優しく慰める姿を見て、その信念はボロボロに崩れ去った。第2章。突然、恐怖を感じた。彼は一度も私を愛していなかったのかもしれない。クリストファーの深くて魅力的な声が聞こえてきた。
今まで聞いたことのない感情が込められていた。そんなバカなことを言うな。俺はお前の夫だ。どうしてお前を愛さない？とても安心する言葉だった。そう思いながら私は深い眠りに落ちた。手術は順調に終わり、ニッキーは生き残った。私は孤独なさまよう魂になり、自分の子供さえ救えなかった。私の赤ちゃんはまだ完全に形成されていなかった。魂のない小さな胚で、私はこの世で一人ぼっちの亡霊になった。多分、クリストファーに出会った瞬間、私のすべての幸運を使い果たしたのだ。今、私は手術台の上で死に、目を開けて世界を見る機会さえ与えられなかった子供を連れて去った。そうだ、無実な私の赤ちゃんは私と一緒に死んだ。憎しみに燃えた。私の赤ちゃんを殺したその屠夫たちを憎み、真実を隠した不道徳な医者たちを憎んだ。クリストファーはニッキーの額にキスを落とし、手術の直前に永遠に愛してると誓ったことを完全に忘れていた。胸に鋭い痛みが走った。私はもう死んでいないのか？なぜまだ痛みを感じるのか？義母のサリー・フォードが駆け込んできて、ドアの枠にも垂れかかった。息を切らしながら、ハンカチで顔の汗を拭き続けていた。皮肉だ。クリストファーとの結婚式にさえ、年をとって虚弱でストレスを受けられないと言って出席しなかったのに。結局のところ、それも嘘だったのだ。ニッキーはこんなに優しい女の子で、あのバーホステスとは全然違うわ。良い人には必ず報いがあるものだ。サリーは、私がなぜバーホステスになったのかすべて知っていた。看護師はこの家族を複雑な表情で見て、医者に話しかけるよう合図した。私は、この医者は手術をした医者ではないことに気づいた。深く考える間もなく、医者が話し始めた。フォードさん、フォード夫人ははい。医者の言葉が途切れる前に、クリストファーはうんざりしたように割り込んだ。いくらが必要？値段を言え。サリーは手を振って、全く無関心な様子だった。今さらその女のことを話してどうするの？空気を読めないの？医者は、私が死ぬ前にクリストファーの名前を叫び続けたことを思い出し、つい言い加えた。フォード夫人は息を引き取る前に、最後にあなたに会いたがっていました。クリストファーは眉を潜め、明らかに苛立っていた。演技をやめさせてくれ。彼女が何を欲しくても与える。クリストファー・ニッキーは泣きながら彼の胸に寄りかかった。涙を流しながらかわいそうにすすぐ。フィービーは私のせいで死んだんじゃないよね。全部私のせいだわ。私が死んでしまえばいいのに。クリストファーは即座に心配し、柔らかく彼女を慰めた。彼女が死んだふりを続けるなら、戻ってくる必要はないと言ってくれ。ただの骨髄提供だろうが、なんでこんなにドラマチックなんだ？ドラマチック？彼の真の愛を救うために命を懸けたことが、ただのドラマチックな行為だったのか？突然、目の前の男を知らない人のように感じた。クリストファー、骨髄を提供すれば愛してくれると言ったのではないか？なぜ私の子供は死ななければならないの？その間には他の女に甘い言葉を囁いているのに？ニッキーが退院した日、サリーは濃厚な鶏肉スープを炊いた。その香りは空気中に漂い、私の鼻まで届いた。結婚してこんな長い間、サリーの手作り料理を一度も食べたことがなかった。クリストファーはいつも母は一人で私を育てるのが大変だから理解してあげてと言っていた。結局、私の理解が私を死に至らしめた。看護師が私の遺体を運び出すと、クリストファーは眉を潜めてニッキーを身近に引き寄せた。ニッキーは今、退院したばかりだ。こんな不吉なものを見せてはいけない。早く運び出せ。第3章。
クリストファーは不吉だと思ったのだろう？だがそれは妻と子供だ。思い切り前に進み、彼の襟元を掴んで答えを問いただしたいと思った。だができることは、そこに立ってかわいそうな傍観者になることだけだった。医者が遺体保管料を取りに彼を止めると、サリーはすぐに先に飛び出して叫んだ。皆さん、この無情な病院を見てください。こんなに高く請求するなんて、ただ乗っ取りなんですよ。クリストファーはほんのりと眉を潜めたが、その表情はよく知っていた。嫌悪感を感じている表情だ。彼が自分の母親に嫌悪感を抱くとは思わなかった。クリストファーには今やお金の問題はない。ただトラブルを避けたかったので、行く前か紙幣を取り出して渡した。誰が受け取るかなど気にしていなかった。フォード夫人のことですが。予想通り、クリストファーは再び医者の話を遮った。こんなゲームに時間を費やす気はない。彼女自身で処理させてくれ。彼は少し目を細め、私の遺体の露出した指に視線を落とした。彼がくれた結婚指輪がまだはめられていた。$400以下の値段だった。心臓が口元まで上がってきた。恥ずかしいが、一筋の希望が湧いてきた。多分クリストファーはこれを認識するだろう。安っぽい。彼の言葉が私の魂を突き刺した。クリストファーの会社は設立以来2番目の大きな財務危機に陥った。最初の大きな危機は私の父によって引き起こされた。当時、クリストファーはニッキーに捨てられたばかりで、私がプライドを捨ててバーホステスになって救った。父は私に激怒し、マスコミの前で大騒ぎをした。それ以来、サリーは私をクリストファーの人生の呪いとみなして憎み、クリストファーも冷たく遠巻きになった。お前のせいで、俺の苦心した成果が全部無駄になった。フィービー、だから誰もお前を愛さないんだ。自業自得だ。彼らが知らないのは、その後私が命